今日はフライドポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフライドポテトを作りたいと思います。はい、ということで今回は表面がサクサクで中がホクホクの美味しいフライドポテトレシピをご紹介していきます。お家でも簡単にサクサクに仕上げる方法などをご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、にんにく、米粉、鶏ガラスープの素、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。じゃがいもについてはですね、お好みのものを使用してください。今回私はね、まだちょっとギリギリ新じゃがが置いてあったので、新じゃがを使っていきます。そしてにんにくですね。こちら、皮付きの状態で今回使っていきます。量なんですけれども、大粒のものだと3個ぐらい、小粒のものだとね、4個ぐらい入れていただくといいかなと思います。そして粉類ですね。今回は米粉を使用していきます。米粉を使うことでよりサクサクな仕上がりになります。もしない場合は薄力粉と片栗粉を1対1で混ぜて使ってみてください。そしてあとはですね、少し味付けに鶏ガラスープの素を使用していきます。鶏ガラスープの素がない場合は顆粒のコンソメでも OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずですね、今回は皮付きの状態で作っていくので、一度じゃがいもをしっかりと洗ってください。はい。で、このように水洗いしたら、じゃがいもの水分をね、拭き取ります。はい。そしたらですね、じゃがいもの芽だけを取り除いていきます。こちらはね、必ず取り除くようにしてください。はい、OK です。そしたらですね、じゃがいもをだいたい1センチ幅で切っていきます。ちょっとグラグラするので、怪我をしないようにだけ注意してください。では切っていきます。こちらも同じように切っていきます。このように切ったら、あとはまた1センチ幅ぐらいで切っていきます。だいたいこのぐらいですね。こんな感じで切っていきます。ではね、残りも同じように切っていきましょう。はい、OK です。このようにじゃがいもを切ってください。そしたらですね、ボウルにお水を張って、この中にじゃがいもを入れてください。そしてじゃがいものでんぷんを取り除いていきます。しっかりね、じゃがいものでんぷんを取り除くことで、サクサクっとした仕上がりになりやすくなります。でんぷんが残ってるとね、ちょっとべちゃっとなりやすいので、しっかり水に浸してでんぷんを取り除いていきます。軽くね、このように揉み込んで、ちょっと洗い流すイメージですね。そしたらこのままですね、1時間しっかり水に浸していきます。そうすることで、じゃがいものでんぷんをしっかりと取り除くことができます。それではこのまま置いていきます。それではじゃがいもを置いている間にニンニクを潰していきます。今回はね、先ほど材料説明でもお伝えしたんですが、皮ごと使っていきます。こちらをですね、包丁の腹を使って潰してください。この時手を怪我しないように注意しましょう。あんまりやりすぎるとね、粉々になるので、このように軽くね、亀裂が入るぐらいで OK です。こうすることでしっかりとね、ニンニクの香りを出すことができます。では残りも同じようにね、潰していきます。ニンニクの準備はこれで OK です。それでは続いて米粉と鶏ガラスープの素を合わせておきます。まず米粉ですね。そして鶏ガラスープの素を加えます。そしてよく混ぜましょう。粉の準備はこれで OK です。はい、1時間経ちました。そしたらですね、一度こちらのじゃがいもを水洗いしてください。はい、OK です。そしたらこのボウルに蓋をします。そしてじゃがいもに軽く火を通します。そうすることで揚げる時間を短縮することができます。それではこちらを電子レンジ 600W で5分加熱します。はい、5分経ちました。やけどしないようにラップを外してください。今このような状態です。もうじゃがいもにだいたい8割ぐらいですね、火が通ってる状態です。そしたらですね、キッチンペーパーの上にじゃがいもを出します。やけどしないようにね、注意してください。これでまたペーパーをかぶせて水分を拭き取ります。しっかりとね、拭き取ってください。拭き取っ
ったじゃがいもは一度ねこのようにバットに広げてください。このようにねじゃがいもが重ならないようにバットに広げます。そしてこのままですねだいたい30分ほど乾かしてください。しっかりね乾かして水分を飛ばすことで外はサクサクで中がホクホクの仕上がりになります。ではこのまま30分置きたいと思います。はい、30分経ちました。これで表面がねしっかり乾いてれば OK です。ただですねこの下の部分にたまに水分がついてる時があるので、その時は拭き取ってください。そしたらねポリ袋を用意してこの中にじゃがいもを入れてください。じゃがいもはね一度ね加熱するので、あまり細く切りすぎるとこの時に折れてしまうので、ちょっとね太めに切っていただくのもポイントです。はい、このように入れました。そしたらこの中に米粉を入れてください。そして口を持って軽くね空気を含ませてシャカシャカして全体にまぶします。ここでねあんまりねガシャガシャやるとポテトが折れちゃったりするので、優しくねこのようにまぶしてください。このぐらいですね。軽くまぶせれば OK です。それでは今から揚げていきます。それではフライパンを用意してください。だいたいそこからね1センチほどの油を注ぎ入れます。そしてここにですねまずニンニクを入れてください。まだ火にかけてない状態です。そして火にかけます。そうしましたらこのままだいたいね油が160度ぐらいになるまで一度温めます。ニンニクはね最初から入れていただくと油にニンニクの香りが移るので、最初からね入れておいてください。はい、それでは適温になったので揚げていきます。もうねニンニクはこのようにじゅわじゅわっとしてきて香りも出てきた状態になってます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたらねポテトを全て入れてください。やけどしないようにね注意してください。このように広げて揚げていきます。ちょっとねポテトの頭が出るぐらいで OK です。ただあんまり重ならないようにこのように広げてください。ポテトを入れるとね温度が下がるので火加減を中火ぐらいにしてください。油の温度をねだいたい170度ぐらいにしていきます。表面がカリッとするまで揚げていきます。ニンニクに関しましては最初から入れてるので焦げないように途中で取り出してください。はい、で今ね2分ぐらい経ちました。2分ぐらいすると表面がねちょっとカリッとしてきます。そしたら少しねまた火を強めてだいたい180度ぐらいの温度で揚げていきます。2分ぐらいしたらあとはね少しポテトを空気に触れさせながら揚げてください。そうすることで二度揚げ効果になってとてもサクサクな仕上がりになります。空気に触れさせる時なんですが、少しねこうポテトを端に寄せて表面をね触れさせてあげてください。この時ねやけどしないようにだけ注意しましょう。ニンニクはですね少し揚げ色がついてきたら取り出しちゃいましょう。はい、 OK です。今トータルでね7分ほど揚げました。表面がねカリッカリになれば OK です。そしたら取り出します。火も止めちゃって OK です。では取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。ポテトはこのようにサックサクです。それではこのまま3分ほど油を切ってください。はい、これでサクサクのフライドポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はサクサクで中はホクホクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。外側はサクサクで中がホクホクですごく美味しいです。そしてニンニクの風味もついてすごく香ばしい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドポテトのポイントです。まずじゃがいもなんですが、少し太めに切ってその後は水に1時間さらしてください。きちんと水にさらすことでじゃがいものでんぷんを取り除くことができます。このねでんぷんが残った状態で揚げてしまうと揚げた時にねサクッとした仕上がりにならないので、きちんと水にさらしてでんぷんを取り除いてから揚げるようにしてください。そして水にさらした後は軽く水洗いして、その後電子レンジで5分ほど加熱
熱してください。この加熱時間なんですが、じゃがいもの太さによって適正な加熱時間が変わる場合があります。なのでだいたい3分から5分ぐらいを目安に加熱してみてください。目安としてはじゃがいもに8割ほど火が通ってれば OK です。あんまりね加熱しすぎてしまうとじゃがいもが割れてしまったりするので注意してください。そしてその後はですね、必ず水分をしっかり拭き取って30分ほど置いてじゃがいもを乾かしてください。そうすることで油跳ねもせずに、さらに水分をきちんと拭き取っていただくことで揚げ時間も短くなります。そして揚げる時なんですが、今回は米粉にあとは鶏ガラスープの素を加えて揚げてます。こちらの鶏ガラスープに関しましてはコンソメなどで代用していただいても大丈夫ですし、塩でも OK です。今回米粉を使ってるんですが、米粉を使うとよりサクッとした仕上がりになりやすくなります。もしない場合は薄力粉と片栗粉を1対1で合わせて使ってみてください。そしてニンニクに関してなんですが、今回は皮付きの状態で一緒に揚げてます。皮付きじゃない状態で揚げるとちょっとニンニクが焦げやすいので、今回は皮付きで揚げてます。こちらは常温の油から一緒に入れていただくことで油にニンニクの香りをきちんとつけることができます。このニンニクはですね、途中でね焦げそうになってくると思うので、焦げる前に油から取り出してください。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はですね、最初にだいたい160度ぐらいまで油を温めて、そしたらじゃがいもを全て加えてください。この時ですね、油の温度が一気に下がるので少し火加減を強くしていただくといいかなと思います。その後ですね、表面がカリッとするまで揚げてください。この揚げ時間もですね、ポテトの太さやあとは量によってもね多少変わる場合がありますので、こちらの揚げ時間は様子を見ながら調整してください。ただですね、2分間ぐらいすると表面がねだんだんカリッとなってくると思うので、そしたら空気に触れさせながら揚げてみてください。そうすることで2度揚げ効果になってよりサクッとした仕上がりになりやすくなります。あとはですね、最後はですね、だいたい180度ぐらいの温度で揚げていただくとよりサクッとした仕上がりになると思います。あとはですね、表面がサクッとしたら取り出してください。今回はですね、ほんのりね鶏ガラスープの素の味がついてるんですけれども、少し薄めにつけてるので塩をかけたり、あとはケチャップなどをつけて食べていただくといいかなと思います。じゃがいもの甘みを楽しめるので、そのまま食べても美味しく召し上がっていただけます。好みの食べ方で食べてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライドポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。